こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマに、スポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のトピックをピックアップ。膨大なデータと現場の空気感をスパイスに、どこよりもディープかつ自由に語り尽くす。B リーグをもっと深く、クリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。ねえ、アニー、最近ウェンビー見た？見た。マジでエグかった。あの人もう人間じゃないでしょ、ほんと。でしょ？また歴史的な記録更新してたわ。スパーズの若手育成の哲学って本当にすごいなって思う。わかる。なんかこう、ちゃんと選手を育てるっていうか、システムがしっかりしてるよね。そうそう。ウェンビーがいなくても強いチームを作ろうとしてるのが見えるのよね。若い選手が多いのも好き。てか、それ B リーグにも言えない？若手がどんどん出てきてさ。いや、まさにそこなのよ。今日話す試合もそういう要素あったから。繋がった。じゃあ本編行こうか。改めまして、クックアップポッドキャストへようこそ。今日はサマンサとアニーでお送りします。よろしくお願いします。さて、今回取り上げるのは5月9日に行われた CS クォーターファイナル第2戦、シーホース三河対琉球ゴールデンキングスの一戦。来た。これマジで心臓に悪い試合だったわ。最終スコアは79対82で琉球が勝利。これで琉球がストレート突破でセミファイナルに進出したんだけど、内容がもうね。ほんと、一瞬たりとも目が離せなかった。三河も琉球も、どっちも本気すぎて。そうなのよ。まず、試合の背景として、三河は毎年 CS に出場してるんだけど、なかなか一勝を上げることができないでいたの。だから、B1 最後のチャンピオンシップに期待がかかってた。だからこそって感じだったのか。一方の琉球は CS の常連でファイナル経験も豊富。経験値の差がどう出るかってのが見どころの一つだったわけ。で、蓋を開けてみたら超接戦だったんでしょ？えぐいわ。そう。しかもミカは、序盤0対10の絶望的なスタートから這い上がってきたのよ。マジか？ 0 対 10？ それやばすぎない？でしょ？そこから雄大くんとガードナーさんを中心に巻き返して、ハーフタイムには1点リードで折り返したの。すごっ。めっちゃ粘ったじゃん。でも後半、琉球が経験とフィジカルで我慢比べを制したって感じなのよね。特にリバウンドの差が決定的だった。リバウンド？そこが勝負の分かれ目だったんだ。そう。数字で見ると、琉球が42リバウンドに対して、三河が32リバウンド。差が10本もあったわけ。10本って、それセカンドチャンスめっちゃ作られてるってことだよね。まさに、オフェンスリバウンドに至っては琉球が18本で三河が12本。この差がボディーブローみたいに効いてきたのよ。うわー、それはきついわ。でも三河も諦めなかったんでしょ？そうなの？最後まで食らいついて、第4クォーター終盤まで逆転のチャンスはあった？久保田さんの冷静なゲームメイクとか、ガードナーさんの30得点とか、本当に見応えあったわ。30点？ガードナーさんエグすぎでしょ。でも琉球も岸本さんのクラッチ3ポイントとか、クーリーさんの14リバウンドとか、要所を占めてきたのよね。岸本さんのあのシュート、マジでやばかった。というわけで今日は、この激闘の試合を数字と感情の両面から深掘りしていくわ。CS ならではの緊張感と、両チームの意地のぶつかり合いをたっぷり語りましょう。楽しみ。いや、もう一回あの試合見たくなってきたわ。じゃあまず、この試合の一番のポイントから見ていこうか。琉球のリバウンド支配力。うわー、来た。あれやばかったよね。数字で見ると、琉球が42リバウンド、三河が32リバウンド、差が10本。10本ってめっちゃでかいじゃん。そう。しかも、オフェンスリバウンドに限って言うと、琉球が18本で三河が12本。この差が結局、セカンドチャンスポイントに繋がったのよね。琉球が15点、三河が11点。そんなに差があったんだ。てか、オフェンスリバウンド18本って鬼じゃん。でしょ？特にクーリーさんが14リバウンドで、その中のオフェンスが8本、一人で三河のチーム全体とほぼ同じだけ取ってるわけ。マジで？クーリーさん一人で？やばすぎでしょ、それ。そうなのよ。ビッグローさんも10リバウンドで、その中の2本がオフェンス。カークさんもベンチから出て2リバウンド中1本がオフェンス。この3人のインサイド陣がもうゴール下を完全に制圧してた。だから何回もまた取られたってなってたのか。見てて焦ったわ。いやー、数字的にはね、これが勝敗を分けた最大の要因だと思うのよ。三河もペイントエリアでの得点は32点で、琉球の30点より上だったわけ。
そうなの？じゃあ、インサイド勝負では三河の方が良かったってこと？攻撃面ではね。でもリバウンドで負けてたから、琉球がセカンドチャンスを何度も得られたっていうのが大きかった。なるほどね。攻めては取れるけど、守りで跳ね返せなかったと。まさに。しかもね、第3クォーター終盤から第4クォーター序盤にかけて、琉球のドットソンさんが一人で8点取ってるのよ。三河のチームディフェンスがクーリー選手とかカークさんみたいなビッグマンを警戒してる隙に、ドットソンさんのスピードと個人技でインサイドをズタズタにされた。あれか。ドットソンさんのドライブやばかったよね。止められなくて見てて焦った。そう。チームとしての守備は機能してたはずなのに、このミスマッチを疲れちゃったのよね。てか、ちょっと待って。なんで三河はそこ修正できなかったの？インターバルあったじゃん。いやー、それが面白いところでね。琉球が第3クォーター終了間際にドットソンさんの得点で良い形で締めて、その勢いを第4クォーターに持ち込んだわけ。三河は特にマッチアップの修正とか、守備戦術の変更とかが見られなくて、第4クォーター最初のプレーでまた同じ選手に得点を許しちゃった。それはもったいないよね。せっかくのタイムアウトなのに。そうなのよ。だからこのランを止められなかったのが、結局試合の流れを決めたんじゃないかなって思うの。なんか、琉球のフィジカルの強さって感じだったよね。ゴール下で全然負けてなかった。そう。クーリー選手とかロー選手のインサイド陣がもう体を張って頑張ってたから、三河もガードナーさんが30点取ってるし、レイマンさんも18点取ってるけど、リバウンドでボール拾われて、またかってなる場面が多かった。ガードナーさんの30点ってマジでエグいけどね。チーム最高の貢献度28だし。そうそう。ガードナーさんは本当に頑張ったと思うわ。でも一人でなんとかなる試合じゃなかったってことよね。それな。やっぱチーム全体で戦わないと勝てないんだなって。まさに。ちょっと戻るとね、琉球がこのリバウンドの優位性を生かして、試合全体を通して主導権を握り続けたのよ。特に第1クォーターの序盤で0対10のランを作ったのも、実は琉球のリバウンドとディフェンスが機能してたから。0対10ね。三河ファン的には地獄のスタートだったわ。でしょ？佐渡がスリーポイントを2本連続で決めたのも、実は三河のディフェンスが整ってなかったからなのよね。1本目はファストブレイクから生まれてて、三河は人数揃ってたのに佐渡をマークする意識がなかった。そうなの？じゃあ戦術的にマークしないって決めてたってこと？そうかもしれないわね。2本目もキックアウトの後、誰もディフェンスに寄らなかったから、おそらく佐渡をノーマークにして、他を優先するっていうチームルールだったんじゃないかなって思う。なるほどね。でもそれが裏目に出ちゃったと。そういうことで、このリバウンドの話で言うと、琉球のセカンドチャンスポイントが15点っていうのが、最終的に3点差の試合で効いてきたのよ。確かに。3点差で負けたわけだから、このセカンドチャンスがなかったら結果変わってたかもってことか。まさにそう。それで言うとね、三河のスリーポイントシュートの話もしたいんだけど、三河は12本のスリーポイントを決めてるんだけど、これがすごく効果的だったのよ。琉球のインサイドの強さに対する対抗策として。なるほど。インサイドで勝てないなら外から打つってことか。そうそう。特に第2クォーターの残り4分から3分にかけての逆転劇が象徴的だったわね。32対36から39対36に一気に持っていったの。それって1分くらいで7点取ったってこと？やば。そう。で、この時にスリーポイントを2本連続で決めてるんだけど、1本目が久保田選手、2本目が雄大くんなのよ。久保田さん？このタイミングで決めたんだ。そうなの。1本目のシーンなんだけど、琉球のドットソンさんがインサイドアタックしてきたのを三河が守りきって、リバウンドを取ったところから始まってるの。ディフェンスから速攻みたいな感じ？いや、速攻というより、ハーフコートでセットしたのよ。でね、小野寺さんがゴール下に戻るときに、ガードナーさんとボディコンタクトがあって転倒しちゃったの。それでチェックが遅れたってこと？まさに。小野寺さんは久保田選手のマーク担当だったから、このタイミングで久保田選手がフリーになったわけ。そういう細かいところで点が生まれるんだね。そう。で、2本目の雄大くんのスリーポイントも面白くて、ガードナーさんのスクリーンが綺麗にかかったのよ。スクリーン？ガードナーさんが？そう。これもマークマンは小野寺さんだったんだけど、スクリーンをすり抜けられなくて、それでクーリー選手が引き出される形になっちゃったの。クーリーさんって確か14リバウンドの人だよね。そうそう。彼がゴール下から離れたからシュートチェックが間に合わなかったってわけ。だからこの短い時間で連続得点できたんだ。納得。でね、ここで面白いのが久保田選手の起用なのよ。というと？スタッツ上はベンチメンバーなんだけど、実際には26分以上出場してて、それって実質スタメンみたいなもんじゃん。まさにそう。特にこの時間帯はハンドラーとして起用されて、自分でクリエイトしたスリーポイントが同点弾になったわけ。ハンドラー？ボール運んでくる役ってこと？そうそう。
攻撃の起点を作る役割ね。久保田選手は7アシストも記録してるから、この試合の三河のオフェンスの中心人物だったと言っていいわ。すご。じゃあ、ベンチからの得点2点っていうスタッツだけ見てたら、全然この人の活躍わからないじゃん。そうなのよ。数字だけだと見えない部分ってあるのよね。久保田選手のゲームメイク、本当に冷静だったわ。てか、琉球って個の力で最後決めてくるイメージあるんだけど、三河はちゃんとセットオフェンス遂行してたんだね。いや、まさにそこがポイントで、琉球は CS の経験値で個人技使ってくるけど、三河は最後までチームバスケを貫いてたのよ。なんかそれ、めっちゃかっこいいじゃん。でしょ？だからこそ、この試合の逆転劇に説得力があったというか、0対10から這い上がってハーフタイム1点リードまで持っていけたのって、こういう戦術的な工夫があったからなのよね。なるほど。でもね、実はこのスリーポイントの成功率自体は 34.3% で、そこまで高くないの。そうなの？じゃあなんで聞いてたの？打つタイミングと場所が良かったのよ。特に第3クォーターの残り7分50秒から6分20秒にかけてのシーンとか。また逆転したやつ？そう。45対45の同点から51対45に持っていったの。ここでもスリーポイントが決まってるんだけど、ガードナーさんのピックを使ったレイマンさんの動きがめちゃくちゃ良くて。ピック？またスクリーンみたいなやつ？そうそう。で、クーリー選手と岸本さんがどっちもレイマンさんについていっちゃったの？二人とも？それやばくない？やばいのよ。だからポップしたガードナーさんが完全にフリーになって、そこでスリーポイント決められちゃった。うわー、綺麗な駆け引きだね。琉球はマンツーマンで守ってたから、スイッチよりクーリー選手の機動力で対応しようとしたんだろうけど、裏目に出た形ね。なるほどね。でも琉球もちゃんと対応してきたんでしょ？そう。それで言うと、琉球のターンオーバーの少なさの話もしたいんだけど、ターンオーバーの話？聞きたい聞きたい。この試合、両チームともターンオーバーめちゃくちゃ少なかったのよ。三河が8回、琉球が7回。それってかなり少ないんだよね。そう。CS の緊迫した展開の中で、両チーム本当に堅実にプレイしてたってことなの？でもさ、なんか試合見てた時、琉球がターンオーバーで流れ変わった瞬間あったような気がするんだけど。そう。まさにそこなのよ。さっき話した第3クォーター中盤の逆転の場面。45対45から51対45になったとこ？そう。あそこで琉球が1分半の間に2回もターンオーバーから失点してるのよね。ちょっと待って、1分半で2回？それやばくない？やばいのよ。しかもバスケットボールで最も堅実さが求められる第3クォーター中盤の勝負所でこれだから。てか、なんでそんな大事な時にミスしちゃったんだろう。一つ目は、オフェンスチャージの後のポゼッションだったんだけど、ガードナーさんのピックを使うレイマンさんに、クーリー選手と岸本さんがどっちもついていっちゃったじゃん？あれか。2人とも行っちゃったやつ？そう。で、ポップしたガードナーさんが完全にフリーになってスリーポイント決められた。うわー、めっちゃ痛いミスだね。琉球はマンツーマンで守ってたから、スイッチを起こさせるよりクーリー選手の機動力で守ろうとしたんだと思うんだけど、裏目に出ちゃった形ね。なるほどね。じゃあ2回目のターンオーバーは？2回目もまた似たようなパターンでレイマンさんにやられてるの。三河がピックアンドロールをうまく使って、琉球のディフェンスローテーションを崩してた？三河もそこちゃんと狙ってたんだね。そうなのよ。試合全体で見ると琉球は本当に堅実だったんだけど、この短い時間帯のミスが致命的だったわけ。でもさ、琉球もその後ちゃんと修正してきたんでしょ？もちろん、第3クォーター終盤から第4クォーターにかけては、琉球がターンオーバーをほぼゼロに抑えて、逆に三河にプレッシャーかけてたからね。そっか。そこで経験値の差が出たって感じ？まさに CS の舞台で一度崩れかけても立て直せるっていうのが琉球の強さなのよ。なるほどね。てか、三河そういう時どうだったの？三河も堅実だったわよ。8回のターンオーバーって相当少ないし、特に久保田選手のプレーメイクが光ってた。久保田さんね。あの人めっちゃ落ち着いてるよね。そうそう。激しい展開の中でも冷静にセットオフェンスを遂行してて、本当に感動したわ。でもそれで勝ちきれなかったのが悔しいよね。ほんとそう。ターンオーバーの少なさでは互角だったのに、最後は琉球の個の力で決められちゃった。それってやっぱり経験の差なのかな？そうね。CS の舞台で勝ち切るっていうのは、ターンオーバーを減らすだけじゃなくて、要所で個が輝けるかどうかなのよ。深いわ。でもさ、琉球の個の力って具体的にどんな感じだったの？それで言うと、琉球のドットソンさんの話をしたいんだけど。ドットソンさん。あの人やばかったよね。そう。第3クォーター終盤から第4クォーター序盤にかけて、ドットソンさんが連続でインサイド得点を決めたのよ。なんか、
すごいスピードでズバズバ切り込んでくるから止められないって感じだった。まさに、実はこの試合、三河の方がペイント内得点で琉球を上回ってたのよ。32対30で、そうなの？じゃあインサイドの守備が弱かったわけじゃないんだ。そうなの。でも、第3クォーター残り1分46秒から、第4クォーター開始直後までの間、琉球が5連続得点して、58対60から58対66に引き離したじゃん？あの時間帯ね。めっちゃ焦ったわ。その8点全部、ドットソンさん一人が取ってるのよ。マジか。一人で？それエグすぎでしょ。三河のディフェンスはクーリー選手とかカークさんっていうビッグマンを警戒してたじゃない？そうだね。でも、ドットソンさんはそのスペースを使って、スピードと個人技で一気にドライブしてきたわけ。なるほど。チーム全体としては守れてても、このミスマッチを疲れちゃったってことか。そういうこと。しかも三河は、第3クォーター終盤に失点した流れを、インターバルで断ち切れなかったのよね。でも普通クォーター間の休憩って流れをリセットするチャンスじゃないの？そうなんだけど、琉球が第3クォーター終了間際に、ドットソンさんの得点っていう良い形で締めたから、その勢いを第4クォーターに持ち込めたのよ。わかる。あの空気感、琉球側がめっちゃ乗ってるみたいな。で、三河側はインターバル中にドットソンさんへのマッチアップとか守備戦術の修正がほとんど見られなくて、そうなんだ。てっきり何か手を打ってくると思ってたのに。ガードナーさん、レイマンさん、トーマス・ケネディさんっていうビッグマンがマッチアップしてたんだけど、結局第4クォーターの最初のプレーでまた得点を許しちゃったのよね。それはきついね。せっかくのチャンスだったのに。そうなの。だからこのランを止められなかったことが、試合の流れを決定づけたって言えるわ。でもさ、三河もずっと粘ってたじゃん？最後まで諦めてなかったし。それはそう。久保田選手とか雄大くんとか、本当に最後まで戦ってた。なんか、ここで琉球が個の力を見せたってのが、さっきサマンサが言ってた経験値の差なのかなって思った。いい視点ね。CS の舞台で、こういう勝負どころで個が爆発できるかどうかって、本当に大事なのよ。琉球はドットソンさんがそれをやってのけたってことか。そういうこと？しかもドットソンさん、この試合9得点なんだけど、その半分以上がこの決定的な時間帯に集中してるわけよ。数字以上にインパクトあったってことね。まさに。数字だけ見たら地味かもしれないけど、試合の流れを変えた得点の価値は計り知れないわ。そっか。スタッツっていつどこで取ったかも大事なんだね。そうそう。だからこそ、試合を見て分析するのが面白いのよ。てかさ、三河の選手たちも悔しかっただろうね。あそこで止められてたら流れ変わってたかもしれないし。ほんとそう。でもこういう経験が次につながるはずだから。D プレミア1年目。期待してるよね。さて、ちょっと戻るとね、これでスタッツと戦術のコーナーは一旦終わりなんだけど、もうそんな時間か。次は感想コーナーでもっと感情的な部分を語っていきましょう。来た。待ってました。じゃあ、ここからは感想を自由に語っていきましょうか。来た。待ってたわ。まずは SNS で話題になってたトピックから。三河ファンの反応がすごかったのよね。わかる。X 見てたらめっちゃ熱かったもん。特に序盤0対10の絶望的スタートから這い上がった粘り腰と、雄大くんとガードナーさんの覚醒について。あれマジでやばかった。正直0対10見た瞬間死にそうになったわ。でしょ？また序盤やられたって空気だったよね。そう。てか、あの展開で心折れないのがすごいよね。普通諦めそうじゃん。ほんとそう。でもそこから、雄大くんとガードナーさんが中心になって、第1クォーターで盛り返したじゃない？あれ鳥肌だった。ハーフタイムに1点リードとか、マジでぶち上がったわ。SNS でも、ミカは本当に強すぎ、いいチーム、最後までハラハラでしたとか、0対10からよく持ちこたえた選手たち誇りに思うって投稿溢れてたのよ。わかるわ。なんかもう、愛してるこのチームって感じだった。HC リッチマンも0対10の大きなランから選手たちはよく頑張ってくれた。第1クォーターのマネジメントは素晴らしい仕事ってコメントしてたし。そうなんだ。監督もちゃんと評価してくれてるんだね。そう。三河のらしさであるハードなディフェンスと速い展開が蘇った瞬間だったって言われてたわ。それな。ファン的には心折れなかったチームが最高にかっこよかったって感じでしょ？まさに。でも、ちょっと戻るとね、雄大くんの動きが本当に良くて。雄大くん、あの人もエグかったよね。そう。8得点5アシストでチームをうまく回してたし、ガードナーさんの30得点を引き出したのも彼のアシストがあってこそ。30点でガードナーさん、マジで化け物じゃん。貢献度28だからね。チーム最高の数字よ。ちょっと待って、それってどれぐらいすごいの？かなりすごいわよ。
得点だけじゃなくて、リバウンドもアシストも全部含めた総合的な貢献度を示す数字だから。へえ、そっか。じゃあ、この試合の MVP みたいなもんだね。そういうこと。でもね、SNS で面白かったのが、ガードナーマジでエグかった。あの点差から盛り返せたのはこの人がいたからでしょ？なんであんなに点取れるのっていう素直な驚きの声。わかる。ほんとそれ。なんであんな決まるんだろうね。フィジカルが強いのもあるけど、シュートタッチが良かったのよ。特にスリーポイントが4本中4本決めてるから。4本全部それやばすぎでしょ。でしょ？だからこそ、三河ファンが逆転劇に感動したんだと思うわ。てかさ、そういえば雄大くんと久保田さんのコンビも良かったよね。そうそう、雄大くんと久保田さんのコンビも最高だった。でもね、琉球側で忘れちゃいけないのが岸本さんのクラッチシュートよ。来た。岸本さんのあのディープスリーでしょ。マジでやばかったわ。そう。第4クォーターの要所で、落ち着いて当たり前のように沈めてくるあの冷静さ。11得点だけど、価値は無限大だったわ。ほんとそれ。SNS でも、どうしてあの展開で岸本はあんなに冷静に決められるんだよ。三河に教えてから帰れ。みたいな投稿めっちゃ見たもん。見た見た。あれ面白かったわね。でもね、岸本さん本人が試合後に言ってたのが、毎年 CS に出て積み上げてきた経験値が影響したって。なんかそれ聞いて納得しちゃったわ。4年連続ファイナル経験ってやっぱすごいよね。そうなのよ。あの重圧の中で、あのタイミングで決められるっていうのは、もう技術だけじゃないのよね。メンタルの強さっていうか、離れしてるっていうか。まさに、しかもね、試合後にスッさんと、頑張ってってやりとりしてたのも話題になってたじゃない？あれ最高だった。お互いリスペクトしてるのが伝わってきて、なんか胸熱になったわ。SNS でもお前ら本当に強いわって認められた瞬間、琉球ファンのプライドが爆上がりしてたもんね。わかる。勝ったのもそうだけど、相手からちゃんと評価されてるっていうのが嬉しいよね。そうそう。で、岸本さんのクラッチシュートって、具体的には第4クォーター残り1分27秒のあのディープスリーなんだけど、あれね。マジで、そこから打つのって思ったわ。でしょ？あの時点で77対74で琉球リードだったんだけど、三河が猛追してきてて、ここで止めないとやばいっていう場面だったのよ。めっちゃヒヤヒヤしてた。で、岸本さんがディープスリー決めて80対74にしたじゃん？あそこで完全に流れが止まったのよね。あれは痺れたわ。ちょっと待って。でもあのシュート、確かディフェンスついてたよね。ついてた。でも岸本さん、全然動じずに打ったのよ。しかもリリースのタイミングが完璧で。なんかもう、あれ見てるとき決まるって確信したもん。不思議な安心感あったわ。それがまさに CS の経験値なのよね。あの場面で打てるっていうのが、本当にすごいことなの。てか、岸本さんってこの試合11得点でしょ？数字だけ見たらそんな目立ってないけど、印象めっちゃ残ってるよね。そうなの。さっきのドットソンさんと同じで、いつどこで取ったかが大事なのよ。岸本さんの場合、クラッチタイムに集中してるから。なるほどね。だから代名詞クラッチ3って言われてるんだ。まさに SNS でも岸本のあのシュート見ると B リーグのスター選手の貫禄を感じるって投稿があって、私も同感だったわ。B リーグのスター選手か。確かにそうだよね。こういう選手がいるから試合が面白いんだよな。ほんとそう。で、あと面白かったのが、琉球ファンだけじゃなくて三河ファンも岸本さんのプレーを称えてたのよね。そうなの？負けたのに？そう。あれは止められない。岸本さんすごすぎる。って素直に認めてるコメントが多くて。うわー、それってめっちゃ良いファン文化だよね。そうなのよ。勝っても負けても、良いプレーは良いって認め合えるのが素敵だなって思ったわ。てかさ、琉球って CS 強いイメージあるんだけど、岸本さんみたいな選手がいるからなんだね。それもあるし、チーム全体の経験値が高いのよ。8大会連続セミファイナル進出っていうのも簡単なことじゃないから。8大会連続？それやばすぎでしょ。でしょ？だからこそ、こういう接戦を制する力があるのよね。そういえば、試合後の両チームファンの交流も話題になってたじゃない？あれね。試合終わった後の駐車場とかでめっちゃあったかい空気だったって聞いたわ。そうそう。三河ブースターが琉球ファンに負けたけど琉球強かった。セミファイナル頑張ってねって声かけたり、うちに勝ったんだから絶対優勝しろよなって応援に切り替えてる姿が X でバズってたのよ。マジで？負けた直後なのにそんなこと言えるのすごすぎない？ほんとそう。しかも琉球ファン側からも悔しいはずなのに悪く言う人いなくて、琉球が強すぎると話してる三河ファン温かかったって投稿が溢れてた。うわー、それめっちゃいい話じゃん。なんか泣きそうになるわ。でしょ？人間ができてる、三河ブースターすごい、みたいな称賛の嵐で、両チーム間でリスペクトし合える文化が本当に素敵だなって思った。
B リーグってそういうとこあるよね。勝ち負け超えてバスケ好きな人たちが集まってるって感じ？そうなのよ。実際、三河ファンの中には、いいシリーズだった、両チームに拍手っていう前向きな声が本当に多くて。でもさ、正直悔しくないのかな？ 0 対10から這い上がってあんなにいい試合したのに負けちゃったわけじゃん。いや、もちろん悔しいと思うわよ。でもそれ以上に、選手たちが最後まで諦めずに戦った姿に感動してるって声が多かったの。なるほどね。負けても誇りに思えるっていうか。まさに、負けても相手を称え合うファンのみんなも最高だし、来季のベルカもこんな CS で戦えるように応援頑張るみたいな投稿もあって、本当に温かいなって。ベルか？長崎か。そうそう。兄の推しチームじゃない？そうなんだよ。だからこういう話聞くと余計に嬉しいわ。来季ベルカも CS 出て、こんな素敵な雰囲気の試合したいなって思っちゃう。あはは、いいね。でね、この両チーム間の交流って、天皇杯の時の恩返しみたいな空気もあったらしいのよ。天皇杯？どういうこと？詳しくは覚えてないんだけど、以前の対戦で何かあったみたいで、今回それを返すような温かい雰囲気だったって。へえ、ファン同士でそういうつながりがあるんだ。深いわ。でしょ？しかも、試合後の選手同士のやりとりも検討って感じで、SNS 上で、いい試合だった、両チームエナジーすごかったって、ポジティブな空気が広がったのよ。それわかるわ。試合見てて、どっちも本気すぎて引き込まれたもん。そうそう。で、琉球ファンも三河のアウェーでの温かさに感動してて、また行きたいアウェーナンバー1更新とか、温かい人ばかりだったみたいな投稿も多かった。琉球ファン側からもそういう声が出てるってことは、本当にいい雰囲気だったんだね。そうなのよ。勝ったけど、相手をちゃんと尊重する姿勢が見えて、ファンとして誇らしかったって声もあったし。なんかさ、こういう話聞いてると、バスケって勝ち負けだけじゃないんだなって改めて思うわ。いや、ほんとそう。こういうファン文化が B リーグの魅力の一つだと思うのよね。てかさ、三河ファンの負けたけど琉球を応援するって姿勢、マジでリスペクトだわ。でしょ？優勝目指して頑張れって声かけるのって、なかなかできることじゃないよね。自分が応援してるチームが負けたのに、相手を応援に切り替えられるって、めっちゃ大人だなって思う。そうなのよ。しかも、そういう空気がアリーナ全体に広がってたっていうのが素敵だなって。アリーナの一体感。憧れるわ。現地で感じたかったな。でしょ？私も次は現地で見たいって思っちゃった。てか、こういう素敵な話って、選手たちも嬉しいだろうね。絶対そうだと思うわ。ファンがお互いを尊重し合ってるって知ったら、もっと頑張ろうって思えるはずだし。ファンと選手が一緒に作り上げるものなんだね、CS って。まさに。で、この素敵なファン文化の話をしたところで、そろそろ選手個人のスポットライトも当てたいんだけど、じゃあまず、三河のダバンテ・ガードナーさんから話そうか？来た来た。ガードナーさん。あの人マジでエグかったよね。30得点だからね。しかも、チーム最高の貢献度、28を記録してる。貢献度 28？ それってどんだけすごいの？いや、数字的にはね、文句なしのパフォーマンスだったわ。チームが苦しい時間帯にちゃんと得点を取りに行けるエースの仕事を見事に果たしてた。わかる。なんか、三河がピンチの時に必ずガードナーさんが出てくるみたいな。まさにそう。特に第1クォーターの0対10から巻き返した時とか、ガードナーさんの存在感がめちゃくちゃでかかった。てか、0対10からよく盛り返したよね。あの点差から追いつけたのってこの人がいたからでしょ？間違いなくそう。第1クォーター終盤にスリーポイントを決めて、そこから流れが変わったもん。あのシーンね。めっちゃ印象に残ってる。しかもね、ガードナーさんのすごいところって、得点だけじゃないのよ。5リバウンド、2アシストも記録してるから。リバウンドも？ビッグマンなのに全部やってるじゃん。そうなのよ。ディフェンスでも体張ってたし、オフェンスでもチャンスメイクしてたし。なんていうか、チームの柱って感じだったよね。まさに。でもね、この試合で一番感じたのは、ガードナーさんが一人で頑張っても勝ちきれなかったってことなのよ。そっか。30点取ってるのに負けちゃったんだもんね。そう。琉球のクーリー選手が14リバウンド取ってるから、ゴール下でのボール拾いでは完全に負けてたわけ。それはきついね。どんなに点取っても、リバウンドで差がついちゃうと。そうなのよ。ガードナーさんは本当に素晴らしいプレーをしてたけど、チーム全体でカバーしないと勝てないっていう現実を突きつけられた試合だったと思うわ。でもさ、あれだけ頑張ったガードナーさんを見て、三河ファンの人たちめっちゃ誇らしかったんじゃない？絶対そうだと思う。SNS でも、ガードナー最高、愛してるって声が溢れてたし。負けたけど、こんなエースがいるチームって素敵だなって思ったもん。実際、ガードナーさんは三河の攻撃の中心だったわけだし、特に第4クォーター終盤の粘りがすごかった。
最後まで諦めない感じね。見てて胸が熱くなったわ。でしょ？ 82 対79の3点差まで追い上げたのって、ガードナーさんの執念があったからだもん。ほんとそう。なんであんなに点取れるのって感じだった。フィジカルの強さとシュートタッチの良さが際立ってたわね。特に第2クォーター以降の得点力が凄まじかった。てか、30点って三河の総得点79点の4割近いじゃん。それやばすぎない？そうなのよ。チームの得点源としての責任を一人で背負ってた感じね。うわー、プレッシャーすごかっただろうな。でもね、ガードナーさんってそういうプレッシャーを楽しんでるような雰囲気があったのよ。どういうこと？なんていうか、チームが苦しい時に俺が決めるっていう覚悟が感じられたの。わかるかも。なんかこう、頼もしい背中みたいな。まさに、だからこそ、三河ファンも負けたけど誇らしいって気持ちになれたんだと思うわ。うんうん。選手が全力で戦ってるのを見ると、勝ち負けとか超えて感動しちゃうよね。そういうことで、このガードナーさんの活躍を見てると、琉球側の選手も負けてなかったなって思うのよね。琉球側ってことは、クーリーさんとか？そうそう、クーリーさん。14リバウンドでインサイドを完全に支配してたじゃない？うわー、あれマジで壁だったよね。絶対リバウンド取らせないぞっていう気迫がすごかった。いやー、数字的にはね、14リバウンドのうち、オフェンスリバウンドが8本なのよ。8本？それって三河のチーム全体のオフェンスリバウンドとほぼ同じじゃん。まさに、三河が12本だから、クーリー選手一人で三河のチーム全体の3分の2くらい取ってる計算になるわね。それエグすぎでしょ。なんでそんなに取れるの？フィジカルの強さもあるんだけど、ポジショニングがめちゃくちゃいいのよ。ボールが跳ねる場所を予測して先回りしてる感じ。なるほど。ただ飛んでるだけじゃないんだ。そう。しかもね、リバウンド差の10本が、結局琉球のセカンドチャンスポイント15点につながったじゃない？うんうん。さっき話したやつね。その15点のうち何点かは、確実にクーリー選手が取ったオフェンスリバウンドから生まれてるわけよ。もうクーリーさんのゴール下、まさに壁だったよね。フィジカル半端なかったわ。そうなのよ。三河も何度もアタックしてたけど、クーリー選手がいるだけでシュートコースが限られちゃうっていうか。わかる。なんかこう、プレッシャーがすごいみたいな。まさに、得点は13点なんだけど、数字以上に存在感があったわね。てか、13点って地味かもしれないけど、リバウンドとかディフェンスとか考えたら超重要な選手じゃん。そうそう。貢献度も22で、ビッグローさんの27に次ぐチーム2位だったし、ちょっと待って、貢献度ってどうやって計算するんだっけ？エフィシェンシーレーティングね。得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックのプラス要素から、ミスシュートとかターンオーバーのマイナス要素を引いた総合評価指標。トータルでどれだけチームに貢献したかってことか。まさに。だからクーリー選手の22っていうのは、リバウンドでの圧倒的な貢献が数字に現れてるってわけ？なるほどね。得点だけじゃ測れない価値ってやつか。そういうこと。リバウンド差の数字をそのまま体現したような選手よね。彼がゴール下を支配したから、琉球はセカンドチャンスを何度も得られたし、三河はアタックしにくかったはず。うんうん。マジでそれ。三河側からしたら、何回シュート打っても跳ね返されるみたいな絶望感あったと思う。でしょ？特に第4クォーターの残り7分46秒にインサイドで得点決めた時とか、もう完全に流れを掴んだって感じだったわ。あのシーンね。あそこで琉球が一気に突き放した感じあったよね。そうなのよ。あの時点で62対68になって、三河も必死に追いかけてたんだけど、クーリー選手が落ち着いて決めたのが大きかった。なんか、経験値の差って感じだったよね。CS の舞台で焦らないっていうか。まさに、琉球は4年連続でファイナル行ってるから、こういう接戦の勝ち方を知ってるのよ。それに比べて三河はって言ったら悪いけど、まだ CS で勝ち切る経験が足りないのかなって思っちゃった。いや、それは確かにあるかもね。でも、今回の経験が次につながるはずだから。そうだね。B プレミア1年目、めっちゃ楽しみだわ。ちょっと戻るとね、クーリー選手の話で言うと、彼がいることで琉球の他の選手も動きやすくなってたのよ。というと？ゴール下にクーリー選手がいるから、三河のディフェンスがインサイドに集中せざるを得ないじゃない？そっか。それで外の選手がフリーになるってこと？そういうこと？岸本さんのクラッチスリーポイントとかも、実はクーリー選手がインサイドで注目を集めてたから生まれたスペースだったりするわけ？なるほどね。一人が頑張ることでチーム全体が良くなるって感じか。まさに。だからクーリー選手の貢献って、リバウンドだけじゃなくて、チーム全体のオフェンスディフェンスの基盤を作ってたって言えるのよね。そう考えるとめっちゃ重要な選手じゃん。そうなの。だからこそ琉球がこの試合勝てたって言っても過言じゃないわ。なんか、クーリーさんの偉大さがめっちゃ分かったわ。
でしょ？バスケって派手な得点だけじゃなくて、こういう地味だけど確実な仕事をする選手がいるから成り立つのよね。勉強になった。さて、そろそろ時間なんだけど、今回の試合を振り返って一言ずつまとめようか。来た来た。じゃあ、私から？今回の試合は数字にも感情にもドラマが詰まってたわ。B リーグがいかにレベルアップしているか、CS の舞台で両チームがどれだけ準備して臨んでいるかがよくわかる一戦だったと思う。ほんとそれ。リュクのリバウンド支配とか、三河の粘り強さとか、一つ一つのプレーに意味があって、数字で見えるものと見えないものの両方が大事なんだなって改めて実感したわ。わかる。なんかバスケの奥深さみたいなのを感じた試合だったよね。そうなのよ。で、アニーは？私はもうね、心臓に悪かったけど、最高の試合だった。0対10から這い上がったシーホース三河の選手たち、マジで愛してるわ。あはは、熱いわね。だって本当にそうなんだもん。てか、負けても相手を称え合うファンのみんなも最高だし、こういう文化がある B リーグって本当に素敵だなって思った。いい視点ね。それでね、来季のベルカもこんな CS で戦えるように応援頑張るってめっちゃモチベ上がったわ。おー、それはよかった。ベルカ頑張ってね。頑張る。で、琉球もセミファイナル頑張ってほしいよね。そうね。8大会連続セミファイナル進出って本当にすごいことだし、ここからさらに勝ち上がって優勝まで行ってほしいわ。てか次の相手どこなの？おそらく名古屋ダイヤモンドドルフィンズじゃないかな。あそこも強いからね。名古屋か。あそこディフェンスめっちゃ強いよね。そうそう。一貫したディフェンスシステムを維持してるチームだから、琉球にとっても簡単な相手じゃないわ。うわぁ、それは楽しみだわ。というか激アツすぎでしょ。でしょ？ CS？ これからもっと盛り上がるわよ。てかさ、三河も来季 B プレミアでしょ？新アリーナもできるし、めっちゃ期待してるんだけど。そうね。新アリーナでホームゲームができるようになったら、またファンの盛り上がりも変わってくるはずだし。絶対そうだよね。早く来季見たいわ。ちょっと戻るとね、今回の試合って CS 初戦をストレート突破する難しさも感じたわ。そういえばそうだね。三河も頑張ったのに。そう。でも、この経験が必ず次につながるから、選手たちもファンもこの悔しさをバネにして来季に臨めるはず。そうだね。なんか、負けても前向きになれるって素敵だなって思う。まさに。それが B リーグの良さよね。ほんとそれ？で、最後にリスナーの皆さんに何か言いたいこととかある？そうね。今回のエピソード楽しんでもらえたかな？絶対楽しかったでしょ？私たちめっちゃ熱く語ったもん。ああ、そうね。で、もし気に入ってくれたらチャンネル登録といいね、コメントよろしくね。そうそう。X での感想も待ってるよ。試合の感想とか、推しチームの話とか、何でもいいから聞かせてほしいわ。リスナーのみんなの声マジで楽しみにしてるから。で、来週は B リーグのセミファイナル展望をやる予定なんだけど、来た。あのチームとあのチームが激突するの、マジで激アツじゃない？でしょ？どこが勝ち上がるか予想するのも楽しいし、戦術的な見どころもたくさんあるから。うわー、めっちゃ楽しみ。早く来週にならないかな。あはは、気が早いわね。でも私も楽しみよ。てかさ、セミファイナルってホームアドバンテージが大きいよね。そうね。ホームで勝てるかどうかが、ファイナル進出の鍵になると思うわ。その辺も来週詳しく話したいね。そうしましょう。じゃあ、そろそろ時間だから、今日はこの辺で。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。それでは、また来週、クックアップポッドキャスト、次回もお楽しみに。バイバイ。